第7話深夜の休館と魔法の国の大洪水。幸兵衛が動物病院での仕事を続ける中、彼の実力と誠実さは徐々に他の職員たちの注目を集めていきました。特に看護師のあかりは幸兵衛の成長を見守り、その存在を気にかけていました。ある日、ベテラン獣医師のブギは他の職員たちと共に幸兵衛の聴診器が見つからないことに気づきました。みんなで協力して探し始めました。幸兵衛、私たちも一緒に探すよ、とブギが声をかけました。幸兵衛が聴診器を探し回る中、彼の心にはさまざまな感情が渦巻いていました。驚き、困惑、そして彼らの協力に対する感謝。職員たちはロツカーの隅の方に落ちていた聴診器を見つけました。院内で飼育している猫が遊んでいたみたいでした。ここにあったよ、とあかりが声を上げました。幸兵衛は深呼吸をし、心の中で自分に言い聞かせました。こんな小さなことで焦ってはいけない。手術だともっと大変だから。ブギは幸兵衛に聴診器を手渡しながら言いました。幸兵衛、みんなで協力すればどんな困難も乗り越えられます。幸兵衛も答えました。動物たちのために僕たちはもっと強くならなければならないんだ。そしてみんなで協力しましょう。その夜、動物病院に急患が運ばれてきました。重傷の猫が交通事故に遭い、一刻も早く緊急手術が必要でした。しかし、院長のアルンは不在で、副院長のタカは会議で留守、獣医師のブギは往診中でした。幸兵衛はすぐに状況を把握し、看護師のあかりと共に手術の準備を始めました。あかり、手術の準備を手伝ってくれ。時間がないんだ、と幸兵衛は冷静に指示を出しました。あかりは驚きながらも幸兵衛の指示に従い、手術の準備を進めました。彼女の手はかすかに震えていましたが、幸兵衛の冷静な態度に励まされ、次第に落ち着きを取り戻しました。手術室の中は緊張感に包まれ、機械の音とあかりの呼吸音だけが響いていました。幸兵衛はあかりに優しく声をかけながら手術の準備を進めました。大丈夫、あかり。君ならできるよ。幸兵衛はサムシーにささやきました。サムシー、以前院長のアルン先生が行ったこの手術を念のため魔法で頭の中に入れてください。そうすればより安心して手術を行える。サムシーは魔法の呪文を唱え、幸兵衛の体が光に包まれました。幸兵衛の体が光に包まれると、彼は一瞬目を閉じました。すると、以前アルン院長が行ったこの種の手術が頭の中で早送り映像として再現されたのです。光が消えると、彼は自分の手を見つめ、強い自信が湧いてくるのを感じました。そしてその映像が彼に与えた影響に驚きました。これが魔法の力か、と彼はつぶやきました。しかし、すぐに気を引き締め、手術室に向かいました。手術中、彼の手は一切の迷いもなく動き、院長のアルンのように正確な処置を施しました。あかりはその姿に感銘を受け、彼の技術に驚嘆しました。彼の卓越した技術と冷静な判断力で、
重傷の猫の命を救うことに成功しました。手術が終わり、あかりはコウベイに感謝の言葉を伝えました。コウベイ先生、あなたの手術は本当に素晴らしかったです。どうしてこんなに早く手術できるのですか？コウベイは微笑みながら答えました。あかり、動物たちの命を救うためにはいつでも心の準備ができているんだ。あかりはコウベイの言葉に感動し、その目には涙が浮かびました。コウベイ先生、本当にありがとうございます。あなたのような人になりたいです。コウベイは微笑みながらあかりの肩にそっと手を置きました。あかり、君ならきっと素晴らしい看護師になれるよ。自分を信じて動物たちのために頑張ってください。その夜、サムシーが再びテレパシーを使ってコウベイに話しかけました。コウベイ、魔法の国で大洪水が発生している。多くの動物たちが危険にさらされているんだ。コウベイはサムシーの言葉に耳を傾け、あかりと共に魔法の国へ行く決意を固めました。時空移動の扉を通り抜けると、彼らは大洪水に見舞われた魔法の国に到着しました。コウベイとあかりが魔法の国に到着すると、目の前には広大な水の海が広がっていました。動物たちは必死に逃げ惑い、助けを求める声が響き渡っていました。コウベイはあかりと共に動物たちを安全な場所へ避難させるために全力を尽くしました。水が押し寄せ、動物たちが必死に逃げ惑う中、コウベイとあかりは力を合わせて救助活動を開始しました。あかり、あの丘の上に避難させよう。そこなら安全だ、とコウベイは叫びました。あかりはうなずき、動物たちを次々と丘の上に避難させました。サムシーも魔法の力を使って水の流れを一時的に止め、動物たちの避難を助けました。コウベイ、あかり、ありがとう。君たちのおかげで多くの命が救われたよ、と魔法使いのマヤコンが感謝の言葉を述べました。コウベイとあかりは魔法の国での経験を通じてさらに強い絆を築きました。彼らは現実の世界に戻り、動物病院での仕事に戻るとともに魔法の国での新たな冒険に備えることを誓いました。